ごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、ウクライナ関連ニュース2つを取り上げていきます。まず第1では、前回の動画において、ロシア軍の黒海艦隊の司令部があるクリミア半島のセバストポリ。このセバストポリにある燃料基地が爆発炎上したことをお伝えしました。今回の動画ではその後どれほどの被害だったのか、続報が出ているのでお伝えします。そしてもう一つの話題は、ここ最近ロシアの傭兵部隊ワグネルの頭目プリゴジン氏の発言がおかしな方向へと走っています。それらの発言の真意は明らかにはされてはいませんが、一つの可能性としてプリゴジン氏はワグネルの主力部隊をスーダンに送り込みたいと考えている可能性が出ています。今回の動画ではこの2つの話題について取り上げつつ、国際情勢への理解を深めていきましょう。それではまずはセバストポリの燃料基地炎上の続報から、クリミアの火災、黒海艦隊用のタンク多数破壊か。ウクライナ軍情報総局当局者は、ロシアの占領下にあるウクライナ南部クリミア半島の都市、セバストポリで起きた大規模な火災に触れ、石油製品が入ったタンクの10基以上が破壊されたと述べた。これらタンクの総容量は約4万トンとした。同情報総局のユーソフ報道担当者は、この石油製品はロシアの黒海艦隊が使用するものだったと指摘した。ウクライナによる攻撃だとは認めなかった。ロシア国防省はこの火災についてのコメントをまだ出していない。セバストポリは黒海艦隊の主要基地ともなっている。ユーソフ報道担当者は、火災はドローン攻撃によるものとし、神の罰だとも形容。特にロシア軍によるアパートへのミサイル攻撃で多くの犠牲者が28日に出た中部の都市ウマリの住民のために課された罰だと述べた。同報道担当者はクリミアの住民全員に対し軍事施設や侵略者の軍への補給施設には近い将来近づかない方が良いとも警告した。セバストポリの燃料基地が燃えるその前日、ロシア軍のミサイル攻撃が行われました。命中した集合施設には多くの一般市民が住んでおり、20人以上の死者が出ています。そして、セバストポリの燃料庫が焼かれました。ウクライナ軍は正式な攻撃とは言ってはいませんが、ロシア軍による自作自演やもしくはタバコの不始末ではちょっと説明できないほどの規模の火災です。焼失した燃料は4万トン。火災の被害に遭った広さは1000平方メートルだとされています。こちらの写真では燃料基地にあるタンクのうちどれだけが使い物にならなくなったかを示しています。赤で×印が付けられているところはもう完全に燃え尽きたところで、黄色い×印が付けられているところも長時間にわたって炎の熱を受けていることから、もはや使い物にならないだろうと言われています。その周辺においても同様にして炎で長時間炙られたことから、施設全体としてかなりの修復期間が必要だとされています。ただし、ロシア側は燃料基地はここだけではなく他にもあるとしており、ロシア軍はセバストポリを去ることはないという話をしています。燃料タンクはこの場所だけではなく他にもあるということなので、残念ながら完全にロシア軍の艦隊が本国の港へと後退するわけではなさそうです。しかし、貯蔵施設そのものが打撃を受けた以上、この施設を復旧するまでは大幅に行動制限がかかるはずです。そして攻撃を受けてこれだけの被害を受けたのですから、当然のように防空体制を見直し、多くの兵器や兵士をこの地に集めなければなりません。ロシア側の発表としては、今回の攻撃はたった2機のドローンによって起こされた爆発炎上だったとしていることから、このぐらいであれば、ウクライナの正規軍ではなく、ウクライナ側に協力する現地のパルチザンが武装を受け取って、こっそりと破壊工作に臨んだかもしれないのです。その場合、ロシアは遠くから来るドローンを警戒するよりも、一体いつどこで街中からドローンが上がって、重要施設に対する攻撃が行われるか神経を研ぎ澄ませなければなりません。これは広い範囲を守らなければならないロシア軍にとっては非常に困難な試練となるでしょう。続いては、ロシアの傭兵部隊ワグネル、頭目のプリゴジン氏のおかしな言動、その狙いがどこにあるのか探っていきましょう。ワグネル創設者プリゴジン氏、弾薬不足が解決されなければ前線から撤退。ロシアの民間軍事会社ワグネルを率いるプリゴジン氏は、ロシア軍が協力しなければ、ワグネルは前線を離脱すると述べました。また、ウクライナの反撃は、ロシアに壊滅的な結果をもたらすと警告しました。プリゴジン氏は29日に公開されたインタビューで、ロシア軍からワグネルへの弾薬供給が滞っている問題をめぐり、プリゴジン氏は
ショイグ国防相に最後通牒を添えた手紙を書いたと明らかにしました。28日まで問題が解決されない場合、ワグネルはウクライナ東部ドネツク州の要衝バフムトを去るとしています。また、ワグネルは間もなく存在しなくなるとも述べました。プリゴジン氏は、ウクライナ軍の大規模な反撃は遅くとも5月15日までに開始されるとして、ロシアに壊滅的な結果をもたらすだろうと警告しています。プリゴジン氏は14日に突如、特別軍事作戦の終了を発表することが理想的な選択肢だと主張しました。プリゴジン氏の一連の発言の真意は分かっていませんが、ワグネルが前線から離脱すれば、ロシア軍は苦境に追い込まれます。まず、プリゴジン氏の発言について素直にこれを受け止めれば、ウクライナ軍の反撃に伴って持ち場を離れるための予防線を彼は張っている可能性があります。もともとワグネルとしては、大規模な戦車軍団などを持ってはいませんから、市街戦のようなある程度地形を利用した戦いの方がやりやすいはずです。ウクライナ軍が戦車や歩兵戦闘車、そして砲火による支援を受けながらどんどんと進んでくるという状況に対して、ワグネルは基本的には相性の悪い相手です。ですから、ウクライナ軍が反転攻勢に出た時には、これに対してまともに抵抗するのではなく、さっさと持ち場を離れて戦力を温存したいのです。この時の一つの言い訳として、ロシアの正規軍の方から弾薬が支給されてこないじゃないか、これで戦えるわけがないといった話を今から準備を進めているわけです。言い訳というものをその場でするのではなく、事前に行っておくことによって、ほら言っただろと後から言うことができるわけです。また、プーチン大統領の言う特別軍事作戦をもう終わらせた方がいいという話をしているのも、この後ウクライナ軍が大きく領土奪還をした時には、やはり同じようにして、あの時に戦いをなんとかやめさせる方向で話を持っていけば、もっともっと広い領土を獲得したままで戦いを終えることができたのに、やっぱり私の言ったことの方が正しかっただろうと、後から言えるようにするための布石を打っているわけです。実際のところ、ロシアの正規軍とワグネルとの間における確執がどれほどのものかについては分かってはいません。様々な話として、例えば正規軍とワグネルの部隊が銃撃戦に発展したといった話などもありますが、それが単なる誤射なのか、それとも狙ってそのような攻撃を行ったのかについては誰にも分かりません。また、プリゴジン氏の言うように、正規軍の方から補給物資が入ってこなくなった、これは嫌がらせだといった話も本当にそうなのかについては我々にはわかりません。単純に物資全体の量がそもそも足りないから、正規軍そのものも実際には物資不足に陥っていて、ワグネルに与えるものなどそもそも存在しないかもしれないからです。ただ、そのようにして事前に自分たちが後に行動する時のための準備を進めているのだとしたら、プリゴジン氏は一応先のことは考えていることがわかります。そしてこのような先のことを考えた上での発言かもという意味においては、全く違う展開がこの後ワグネルには待っているかもしれません。それはプリゴジン氏が記事の中で出てきたワグネルは間もなくいなくなるだろうというこの言葉、実際にはウクライナからいなくなるという意味かもしれないのです。では一体どこにワグネルは向かうかといえば、現在のところ最も有力な候補はスーダンです。つい先日来、スーダンにおいては、国軍と準軍事組織 RSF という民兵組織による内戦状態へと突入しています。両者はもともとは独裁者の下にあった、いわゆる政府系の軍事組織なわけですが、クーデターに伴って独裁者を追い出し、その後は利権をなんとかこの2つの組織で調整していました。しかし、民政移管といって、軍事組織から少しでも民主的な政権などに移行するにあたって、今持っている利権を手放さなければならなくなるかもといったことから、両者の国内闘争といったものへと発展してしまいました。さて、この話の中で、ワグネルの話が全く関係ないかといえばそうではありません。内戦の一方の側、RSF には、ワグネルは協力関係にあります。この RSF が抑えている金鉱山において彼らと協力体制を築くことによって金の利権というものを彼らは一部噛んでいるようなのです。スーダンは広い国であると同時に鉱物資源なども出てくることから、これらをいかにして国民に配るのではなく、特定の組織で牛耳ることが争いの火種となっています。そして現在のところ国軍と RSF の戦いは混迷を極めており、
どちらかの方が一方的に完全勝利を目指すといったような情勢ではありません。しかし、このような状況の時に、例えば、プリゴジン氏が自分たちが手助けすることによって RSF の方が政権を牛耳れるぐらい、つまり国軍を打ち破れるぐらいになれば、もっともっと自分たちが利権に食い込むことができると考えている可能性があるのです。この考えというのはプリゴジン氏自身が考えているのか、それともプリゴジン氏に対してプーチン大統領が裏で糸を引いている可能性があります。ロシアとしては基本的にアフリカにおいて傀儡政権のようなものができるのは大歓迎ですから、内戦に突入し、その一方の方にある程度加担する形で自分たちの影響力を拡大しようとする可能性があるわけです。ですから、プリゴジン氏のここ最近の発言というのが、単純にウクライナ軍の反転攻勢によってさっさと逃げ出すための口実作りをしているだけではなく、いっそのことウクライナ戦線から離れて別のところでロシアの影響力を拡大させるための布石という可能性もあるわけです。もちろんこれは可能性の一つには過ぎませんが、実際そのような可能性は十分にあると私は思います。というわけで今回の動画は、ロシア軍の黒海艦隊司令部があるセバストポリ、そこで起きた燃料基地炎上の続報と、ここ最近のロシアの傭兵部隊ワグネルの頭目プリゴジン氏の発言から、今後彼らが別のところでの戦いを展開するかもしれないという話をしました。今のプーチン大統領にとっては、ウクライナの戦場において何とかしてでも占領地域を広げたいと考えていますから、傭兵部隊のワグネルをアフリカに転戦させるというのはかなりの決断がいる話です。しかし一応はそのための準備として、ロシア本国においては40万人もの志願兵を集めようとしていたり、徴集令状を電子化することによって徴兵逃れを起こさせない仕組みなどの準備を進めています。そのようなワグネルがいなくなってもそれ以上の兵士を集めれるという目算が立てば、プーチン氏にとってはウクライナ以外の国際情勢への介入というものを行いたいかもしれません。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。